ハロー、こんにちは、ダジャハーなるです。私は今ポルトガルのポルトに来ています。1週間前にバルセロナからポルトに飛んできました。ポルトは街全体が世界遺産になっていて、もう歩いているだけでも可愛い建物がたくさんある場所です。今回はそんなポルトでの私の旅行の様子を皆さんにシェアしたいと思います。1週間前にポルトに来たんですが、もうずっと雨曇り雨曇りで天気が悪くてなかなか観光ができなかったんですよ。で、今日私の休みの日にちょうど晴れたので、もうこの機会を逃してはいけないと思って動画を回しています。今回も私は友達がいないのでソロ活の動画になります。ソロ活ポルト編ですね。こういう Vlog はリスニング練習、シャドーイング練習にぜひ使ってもらえたら嬉しいです。はい、私は今気になるカフェに向かっています。昨日ちょっと散歩をしていて気になったカフェがあったのでそちらに向かいます。ポルトは結構コーヒー文化、カフェ文化で可愛いおしゃれなカフェがいくつかあるみたいなので、ちょっと行ってみましょう。多分旧市街の方に来ました。私ちょっと地理が弱いので不確かなんですが、多分旧市街です。ここが私が気になっていたカフェです。ここでエッグタルトとカフェラテを頼みました。いただきます。ちょっと甘いのかな。私は苦めのカフェラテが好きなので、ここのカフェラテはまあまあかもしれない。それじゃあ本場のエッグタルトをいただきます。ポルトガルといえばね、エッグタルトですよね。美味しい。タルト生地の部分がすごくサクサクしてる。で、中のクリームはすごくとろーっとしてて絶妙。美味しい。ごちそうさまでした。次の目的地に向かいます。次の目的地と言ってもさっきのカフェのもうすぐ隣にある市場に入りたいと思います。ここがボリャン市場と呼ばれる市場です。お土産屋さんとか果物とか野菜とかが売っています。この市場を歩いている人たちがみんなワインを飲んでいたので、私も飲みたくなって頼みましたこれがグリーンスパークリングワインですね。グリーンワイン、皆さん聞いたことありますか？私は初めて聞きました。それじゃあ味わってみましょう。乾杯。美味しい美味しい。なんかさっぱりしてる。あまりアルコール感が強くない。ちょっとガブガブ飲んじゃいそう。危ないね。そう、ここにはね、お酒にも合うおつまみとかチーズとかもたくさんあって食べたいんですが、私はねカメラとワインで手が塞がっているので頼めませんね。せっかくなのでおつまみにエビとタコも買いました。いただきます。すっごい今幸せホルモンが溢れ出ている気がする今回の旅行での目標の一つがこのグリーンワインを飲むことだったんですよ。でも私友達がいないので一人でワイン飲むのはちょっとハードルが高いなと思っていて、ワイン一人で飲めたらもう何も怖くないでしょうと思いながら、いやーでも恥ずかしいな、頼めるかなって思っていたんですが、簡単に達成してしまいました。しかもお昼からね、夜じゃなくてお昼からワインを飲んでいるという。このワイン 2.5 ユーロ407円で幸せが買える。もう私は旅行のために仕事を頑張っていると言っても過言ではない。もちろんね学生さんのためという気持ちもあるんですがね、その他のモチベーションとしてはやっぱりね、こういう旅行を楽しむために私は生きているんだと思います。はい、普段お酒を飲まない私が調子に乗ってワインを一杯飲んでしまったので酔いました。
ちょっとね酔い覚ましに散歩をしながらポルトの街を皆さんに見せたいと思います。ポルトの街には可愛い綺麗な素晴らしい美しい建物がいろいろあるので、それを皆さんにちょっとお見せしたいと思います。はい、ここがポルトの有名な建物の一つ、アルマス聖堂です。この外観のタイルが綺麗ということで観光地になっています。この建物もねすごく綺麗。私さっき言った青いチャペルよりこっちのデザインの方が好きかもしれない。こっち側には日本語でなんて言うんだっけ、ちょっと名前を忘れたのでテロップで出します。こういうね電車があったり、後ろ側には可愛い建物、カフェ、レストランがあったりして、すごくいい雰囲気を感じます。これだよ、これ私が好きなヨーロッパ。次の目的地に向かいます。次の目的地まではちょっと15分ぐらい歩かないといけません。ポルトね、坂がすごく多いんですよ。で、私さっきワインを飲んだでしょ。だから心臓がすごくバクバクしています。動悸がすごい。私が来たかった場所、この本屋さん、書店ですね。ここがハリーポッターの作者の方がインスピレーションを受けた場所らしく、ここに入ってみたいと思っていたんですが、なんとチケットが必要みたいです。で、私外でねインターネットがあまり通じないので今チケットが買えません。なので諦めてまた別の日に来ることにします。そしてさっきの書店の近くにはこういう広場がありました。すごくヨーロッパを感じる広場ですね。ちょっと待ってくださいね。 We want to have the Yeah, I understand. Yes. 1, 2, 3. Okay. Can you check? Yeah. ここで動画を撮っていたら写真撮影を頼まれ、募金を頼まれました。学生さんにね募金を頼まれたので2ユーロだけあげました次はポルトの有名な橋の方に向かいたいと思います。私は1ヶ月2ヶ月の旅行とか、あとはワーキングホリデーとか留学とかを本当に強くおすすめします。長期で海外にいると必然的に自分と向き合う時間が増えるんですよ。今の私もそうですね。自分が何が好きで何が嫌いか、何がしたくて何がしたくないのかとか、すごくはっきり分かるようになります。それを知れると、私は何を頑張ればいいんだとか、私はこれが嫌いだからこれをしないためにどうしようとか考えられるんですよ。だからね、私は長期の旅行とかワーホリとか留学をね結構強くおすすめしています。で、その自分が何が好きで何が嫌いかが1回で分かる場合もあれば、何回も来てみて分かる場合も結構あると思います。いろんな国に来てみて初めて分かることもあると思います。私の場合、今回ねヨーロッパに2ヶ月いるんですが、今回改めて思ったのは、私にとって天気が大事。雨の日の私、テンションすごく下がっています。もうね、天気がいいだけで天国にいるのかなって思うぐらいテンションが高くなるんですよ。話していたらいつの間にかこの有名な橋に着きました。ここからポルトの街、ポルトの川を見ることができます。橋のこっち側まで来たことがなかったんですが、こっちから見るとポルトの街がすごく綺麗に見えますね。最初の1週間雨曇りばかりで、あとちょっとね差別的なことをポルトで受けまして、最初の1週間本当にね、ポルト私好きじゃない、嫌いかもしれないと思っていたんですが、ごめんなさい、撤回します。ポルト素晴らしかったです。いいね。橋を渡ってきたここから見える景色、ビューティフォーという言葉が似合いますね。次は私の編集者さん、美穂さんがおすすめしてくれたレストランに向かいます。かわいい。初のポルト猫。近づいてきたけどごめんね、触れない。かわいいけどごめんね、触れないかわいい。やっぱりちょっとジブリの魔女の宅急便を
思い出す雰囲気がありますよね。魔女の宅急便はてっきりクロアチアの方だと思っていましたが、ここもインスピレーション受けたのかな。上から降りてきて川沿いに来ました。川沿いに来たらちょっとしたマーケットが開かれていました。この雰囲気も私大好き。ここからポルトの旧市街が一望できます。この橋が結構有名で、ドン・ルイス一世橋という名前みたいです。来ました。これが美穂さんから教えてもらった黒いパスタ。本当の名前は分かりません。いただきます。美味しい美味しい。結構ねこってりしてるかと思ったらさっぱりしてる。海鮮の味がすごく濃い感じ。結構想像以上かも。想像以上に美味しい。あとね結構ペロッと食べられそうな味。ちょっとねこのまま食事を楽しみたいと思います。太陽が沈んで暗くなってきました。ちょっとねもう少し暗くなるのを待とうかなと思ったんですが、ちょっと寒いので帰ります。今の時間8時過ぎです。これがポルトの夜景です。どうですか？この川に反射してる光がまた綺麗ですよね。このねグリーンワインと何が合いますかと言ったら、海鮮のご飯、海鮮ライス、ちょっと翻訳がわからないんですけど、これをおすすめされました。マイクの充電が切れてしまったのでちょっと声が聞こえにくいかもしれません。すみません。いただきます。海鮮とご飯の組み合わせはもう最高。美味しい美味しいけど熱かった。多分口の中やけどした。ワインも一緒にいただきます。これが幸せだ。幸せすぎて言葉が出てこない。やっぱりね美味しい食べ物は人を幸せにする。最近疲れている皆さんは美味しいものを食べてちゃんと寝てください。できれば綺麗な夕日を見て、お酒を飲んで美味しいご飯を食べて寝てください。結局ねレストランでお酒も飲んでご飯も食べて、私の心はもう満足です。そう、最初ねポルト来た時に人が、バルセロナに比べてそんなにフレンドリーじゃないなと思っていたんですが、やっぱりね観光地の方に出てみると親切な人、フレンドリーな人がねたくさんいて、私の心も満たされました。やっぱりね美穂さんも言っていたんですけど、旅行してる時その土地の人たちの印象でその国の印象はね変わってくると思う。優しくされるとすぐ好きになっちゃう、その国のことね。だからポルトも、最初はちょっとねあまり良くない印象だったんですが、実はもう旅の後半になってねすごくいい思い出ができました。レストランで一人で食事しているのは私だけだった。そしてこういう風にね一人で動画を回してるのも私一人だけ。やっぱちょっと寂しいや。はい、また別の日になりました。今日もちょっとね授業があったんですが、それが終わって外に出てきました。今回の目的はそうこの間行けなかった本屋さんにねリベンジしに行きます。はい、さっきの本屋さんでお目当ての絵本も買えました。満足。これから夜ご飯を食べに向かいたいと思います。夜ご飯の場所に来ました。今日もお酒を飲みます。今日はビールです。乾杯。
ビール苦手だったんですけど、このビール美味しい。来ました。これが私の夜ご飯、フランセジーニャ。発音合ってるかなもうなんかカロリーお化けじゃない？このチーズの中にはね、多分お肉が入っていて、周りはね、もうフライドポテトで囲まれています。いただきます。味はね、そりゃ間違いないよねっていう味がする。こういう時に確かに1個をシェアしようって言える旅仲間がいればいいのかもしれない。ごちそうさまでした。エンディングを撮り忘れていました。これで私のポルトソロ活 Vlog は終わります。今回は一人の気楽さを感じたり、ちょっと寂しさを感じたり、感情が忙しい旅でした。まあこれで私が私をまた知れた気がします。確かにね、ちょっと寂しさは感じますが、私のソロ活はまだまだ続きます。また次のソロ活、どこの国か分かりませんが、楽しみにしていただけると嬉しいです。この動画が面白かったと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた次の動画で。じゃあねー。一人で旅行し始めてから、私こんなに夕日が好きなんだということを知りました。こんな綺麗な夕日を彼氏とか旦那さんとかと見られたら、それはそれでね、素敵だしいいと思うんですが、一人で夕日を見る経験もぜひしてみてください。